はい、今日もよろしくどうぞお願いします。今面白いこと言いましたね。今日もよろしくお願いしますって申し上げましたね。どんな意味で捉えるかわからないんですけれども、実はこの言葉っていうのは面白いもんで、私自身が治療師ですから治療はしてるんですけどね、実は言葉を使って治療してるんですね。で言葉って言ってもいろんな言葉がありますね。もちろん英語とかフランス語とか日本語という言葉もあるんですけど、私の言ってるのはちょっと違うかな。想像力、要するに作る働きが実は言葉なんですね。私がよく言いますね。目的をはっきりさせましょうよ。これ言葉をはっきりさせましょうよと言ってるんです。私もう何度も言ってます。たった今私は生き生き生きした命意識のこれからの体験を作る、みんなの体験を作るんですよ。自分だけじゃない、みんなの体験を作る今の働きって言ってるんですけどね。今っていう時もそうですね。実は今の中に全てがある。このことも言葉として言ってるんですけれども、まあ皆さん通じてないのかなという感じがするんですね。私はもう50年も前ですけどね、一般意味論という言葉の科学ですけれどね、もう徹底的に仕込まれたんです。ですからこうやってしてお話しする時もその言葉ってなかなか通じないというのを前提にしてお話ししてるんですけどね。で何を言ってるかというとこういうことです。私のとこ患者さんお見えになりますね。そしてよく言われるのが認知症のお母さんあるいはお父さんでも構わないんですね。治してくださいよと言うんですね。私は治す治療師じゃないのであれっていう感じがするんで、またこの説明しますけどね、お父さんやお母さんおいでいただかなくて結構ですよって言って、お父さんやお母さんを今一番面倒を見てる方がおいでくださいねと言うんですね。それからまたお子さんを育ててる、ね、お母さんお父さんから電話があるんですね。うちの子供ちょっと一般的ではないということですよね。普通の子供のような感じではない、この辺も言葉をこう気をつけて使ってるんですね。で何とかしてくださいよとこういうことですけど、はいはいってこう私引き受けるわけです。自信がある、自信がある。でその時にまた一言言うんです。お父さんかお母さんが来てくださいねって言うんですね。お二人で来るというより実はね、お父さんかお母さんお一人で来ていただいた方がいいんですね。そしてお子さんの話よく聞きます。お母さんの言葉よく聞くんです。でも対応はね全部同じなんですよ。親子という関係そうですね。認知症になられたお父さんやお母さんとの自分との関係も親子で、自分が育てている子供との関係も親子でしょ。だから親子というのはものすごい面白い体験。もうご存知ですね。今まで何回も何回も何回も一緒に生活している魂が根性は親子としての体験を選択して、これも分かりますね。選択してっていうのはね、言葉で選択するんですよ。選択して今生まれてきたんですね。そして今一緒に過ごしてるんです。今言葉でお互いに、意見をやり取りして、そして、どん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 、変化していく。片方は年を取り、片方はどん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 大人になりね、大人になりいろんな教育を受けていろんなお仕事をするんですよね。ということでいらっしゃるわけなんですね。要するにすでに今の中に全てがあるっていうのは、自分の子供の過去全部ここにある。ケイシーのリーディングはそうですよね。その過去の記録を読んだ、だからリーディングというわけですね。ですから
過去の記憶を私たち一緒の記憶をいっぱい共有し、共に生きてる人が自分の子供としてそういう言葉で選択して今一緒に生活してるってこういうことですよ。ですからそのお子さんをねなんていうんですかね幸福にしたい素晴らしい人生を生きていきたいと感じてるお父さんかお母さんがおいでいただければ結構なんです。そしてお父さんとお母さんにその話をするわけですよね。でこれ申し上げてると思うんですけどもサジェスチョンというやり方をするんですね。サジェスチョンっていうのは直接その子供の魂に記録の体って記憶の集大成が一つの人間としてここ目の前に存在しているわけですよね。たくさんの記録を持ってる。あっさり言うとこれも私の言葉素晴らしい存在が今私と一緒に生きてる。ですから過去も一緒だったね。でいっぱい素晴らしい体験したね。今までも多くの人のお役に立ってきましたね。でその魂に働きかけるんでねまずあなたと私は一緒に生活しているのがねとっても嬉しいとこう言うんです。とっても嬉しい。そして古いね同じ体験を言ってもいいですよ。生まれた時こうだったね。で遊園地行ったらこんな面白いことがあったね。それで学校行ってこんなことがあってそれで今があるんだよねというようなことを言ってもいい。でもその魂に語りかける時に今しかない今どんなに遠くにお住まいのお子さんでもあるいは近くに隣の部屋にいるお子さんでもいいそのお子さんの名前を呼ぶこれがやっぱり言葉ですよね。名前呼んでなんとかちゃんなんとかくんとこう呼んでくれればいいんですね。そうすると魂ここにいるお子さんの魂ここにいるいいですね。時間と空間がないということは今しかない。あるいは言葉を変えると私は今を働かせてるんです。今が私を通して働いている。ごめんなさいね今さんごめんよ。今が私を通して働いているという感覚で今もそうですね。私を通して喋ってるのは今が喋ってるんですよ。という感じなんですね。今も喋ってるっていう言葉を使いましたよね。言葉なんですね。今ここにいるというのも言葉なんですね。ですから今に言葉がけすればいいわけですね。でその嬉しいよというあなたと一緒に生活してるの嬉しいよ。それで具体的にするためにこんな面白いことがあったあんな面白いことがあった一瞬でいいんですよ。一瞬でいい。素晴らしい体験を共有している魂が今ここにいる。ここにいるって何度も言いましたね。遠くにいてもいいんです。地区の裏側にいてもいいんです。隣の部屋にいてもいいんです。ここにいてもいいんです。今一緒にいるってこういう感じですね。そして申し上げたいのは目的をはっきりしたら何が起きるかというとね今ここにいる方との自分との関係がとっても良くなるんですよ。それがまず最初嬉しいね嬉しくてしょうがないよというんですね。嬉しいという字が実はそうですけどねあるいは喜びという字がね下にある大きな喜びが言葉ですよ。神の言葉が大きな喜びそれで支えてるこんなになって支えてますね。私たちの生きて今も私喋ってますけどその言葉を支えてるんです。だからどんな言葉を使うかどんな言葉を今発するかどんな言葉を使おうかこれを全部神が支えてるのをどんな言葉を使うかを気にしている人悪い言葉ですね気にしてるんじゃなくてこの言葉の力を発揮するぞと決めた人が上にその上にその人って書いてません人死という字ですけどね志すの方の志すもそうですね死という字があって心がある同じことです。志を持った人のことを言ってるんですね。
それが死です。普通のこう人間のになる死じゃなくて、ちゃんと自分の人生を生きてる人のことをこう死という、その生きてるのが自分の言葉に支えられてるんです。その言葉を神の言葉が全部支えてる、それが喜びですよね。じゃあ嬉しい。喜びの続く横に女辺がある。何かっていうと、女というエネルギーはね、あるいは知恵と慈しみと言い換えてもいいんですけれどもね、受け止めて命のことを言ってます。受け止めてそれを自分の中で育てて発散していくというやり方をするわけですね。男性性はね、こうやりたいって言って目的を持ったらそれに向かって突き進む、それでお役に立つんです。女性は一遍受け止めて自分の中で育てて、分かりますよね、感覚的にそれを皆さんのお役に立っている、これが女性性で嬉しいという字になるんですね。このように私の話っていうのは何て言うのかな、サイエンスも実はそうなんですけども、サイエンスの一端をね担ってるんでしょうね、私の言葉が。サイエンスもそうですね、数字を含めて全部の記憶記録言葉ですよ。それがサイエンスですね。ということで患者さんの話しなくちゃいけないですね。で、私は治療するということをしないんです。今みたいに魂に向かって私は一緒にいるのが嬉しいよというわけですよね。そして一言このことを言いたい。あなたはこのまんまで宇宙、命、意識、あるいは人々の、あるいはサイエンスのお役に立ってますよという言葉をね、全身で感じるんですね。いいですね。これもそうですよ。言葉を差し上げる、言葉を聞かせてあげる、言葉を見せてあげる、そうじゃないんだね。私がその言葉を今と一緒に感じていればいい。これが私の治療。私がこうやって延々と話してるのは、そのこと言いたい、そのこと言いたい、それ言いたい。言葉はね、自分がどんな感じかなと感じることなんですよ。そして私がいつも申し上げてる私の治療っていうのはね、今申し上げた言葉、呼吸、感じるんです。呼吸って感じるもんです。動作って感じるもんですね。感情ってね、怒りとか憎しみとか絶望とか、もう喜び入れなきゃいけないですね。喜びも私は感じてるんです。どっかに喜びがあるんじゃない、怒りがあるんじゃない、私が感じてるからそれが存在してると、こういうことになるんですね。まだ初めからいかないと忘れちゃいましたね。言葉、呼吸、動作、感情、それからリズム。私こうリズムつけてるでしょ。リズム、これ勢いをつけるって意味。勢いをつける、リズム。また初めから言わないと次が出てこない。言葉、呼吸、動作、感情、リズム、タッチ、これが面白いね。ひまわりのシップっていうのはね、あったかいななんですね。そのあったかいなが直してくれる。また言いますよ。言葉、呼吸、動作、感情、リズム、タッチ、光。そうですね。光ってほら、ものすごい勢いで膨張してるでしょ。広がりと言ってもいいんですけどね。広がりをというエネルギーですよね。広がりも入るわけですよね。それからもう一つ面白いことを私言ってますね。お母さんってね、なんと優しさとあったかさと私たちの信頼のね、一つの大きな塊ですよ。大きな生き物。変な言葉使いましたね。それお母さんですよね。皆さん治すのにお母さんを感じてもらって、もうすごい病気でも簡単に治るんですよ。で、言葉面白いね。通じましたかね。はい、ありがとうございます。これ言葉です。